僕、東京より地方の方が衝撃でした。韓国人の僕が日本に9年住んで分かったことです。日本という国を知るなら地方を見るべきです。駅にスタバがない、若者も少ない。正直大丈夫かここと思いました。ところが、回れば回るほど日本という国が見えてきたんです。なぜ日本の地方はここまで個性が強いのか。今日は僕が地方として衝撃を受けた理由を5つ話します。地方で初めて感じた日本人の本当の温かさ、地域ごとに全く違う食文化のプライド、想像以上に強い地元愛、古いものを宝物に変える感覚、不便なのに豊かだった地方の時間感覚です。この動画を見ると次の旅行先が変わるかも。で、一つ目はですね、地方で感じた温かさです。これよく日本の方も言いますよね。地方には人情があるみたいな話。だって東京に住んでいると隣の人の名前も知らないことが全然普通ですよね。電車ではどれも話さないですし、エレベーターでも静かじゃないですか。ところがですね、僕の場合ですね、例えば佐賀県の唐津市の山道で車のタイヤがパンクした時、通りすがらいのおじさんがスペアタイヤを用いて直してくれました。福井県の越前を僕バイクで走っていた時あるんですけども、その時財布落としました。でも誰かが警察に届けてくれたので、謝礼をしようと思いました。僕探せたんですよ。でもその方は全然大丈夫と言われました。静岡県の下田市の居酒屋では、ある外国人が注文しようとしたところ、財布を置いてきたことを気づいて、それを取ってきてから払うね、みたいなことを言おうとした瞬間、その隣にいた地元の日本のおじさんが1万円を渡して、もうこれで払いな、みたいなことを言っていました。しかも面白いのがですね、みんな過剰にフレンドリー的な感じではないってことですね。距離感はちゃんとある。でも困った時はすっと助けてくれる。この絶妙な距離感があるのではないかなというふうに思いました。もちろん地方でも変な方いると思うんですけれども、東京と比較すればそういうことあるかもしれないですね。東京で感じる日本の方の印象っていうのは迷惑をかけない人。でも地方で感じる日本の方の困っている人をほっとかないみたいな人なのかもしれないですね。二つ目はですね、地域ごとに全然違う食文化のプライドです。これね、未だに驚くことなんですけれども、例えば僕、福岡にいた時はですね、日本のラーメンっていうのは博多ラーメンしかないと思ったんですよ。ところが実際は全然違ったんですよ。札幌に行けば味噌ラーメンがある。関東に行けば家系ラーメンがある。京都に行けば京都風ラーメンがあるってことですね。さらに、金沢なら海鮮、香川ならうどん、鹿児島なら牛。そして面白いのが、誰も全国標準に合わせようとしないというところですね。例えば、名古屋、初めて味噌カツを食べた時、僕思いました。こんなに味噌をかけるの？ところが、地元の方はそれが普通だと言いますよね。これが一番うまいから、みたいな感じですよね。それで終わりで説明しない。その全国の標準に合わせない。自分たちの味に自信があると思います。だから地元の人が100年食べ続けること自体が価値なんだと思うんですね。だから日本旅していると、県をまたぐたびに味が変わる、文化が変わる、店の空気まで変わるっていうのが、僕が日本全国を旅行していて、本当に大好きだったポイントですね。日本の旅行には全国チェーンでは作れない食の誇りが今も生きているかもしれないです。三つ目はですね、想像以上に強い地元愛です。これね、驚いたんですけれども、地方都市にはそこしかない前提あるんですよね。例えば、九州、夢タウンという九州版イオンだったりとか、ジョイフルという九州版ガストとかあったんですね。これ、僕最初全国チェーン店かと思ったら、西日本を中心にやってるらしいんですね。韓国だとですね、国土が割と小さいので、ソウルに入った店を、そのままプサンに持って行ったりとか、チェジュ島に持って行ったりとかがよくあるんですよ。ところが、日本の地方を見てると、うちのスーパーが一番とか、うちのラーメン屋が一番みたいな地元愛が強いんだなというふうに思うんですね。だから日本旅行すると面白いのが、その西日本、東日本、九州、東北とかで流行る味が変わったりとか、街の空気が変わったりとかっていうのがあったんですね。最初ね、僕日本は関東と関西しかないのではって思ったんですけれども、関東と関西だけじゃない、それ以上の地方があるというふうに感じてきたな。これは何十個もある県が合体して日本になったなってことを感じています。
で、4つ目はですね、古いものの扱い方です。日本の地方を回ってるとですね、なんか日本って雰囲気あるなっていうことよくあったんですね。僕の場合はですね、かなりの確率で古い建物を見ると驚いたんですよ。だって築100年とかあったりするじゃないですか。もちろん珍しいとは思うんですけれども。で韓国だったらですね、いろんな事情があるんですね。例えばその朝鮮戦争とかでなんか潰されていたりとか、ソウルだとスペースがあまりないから、どんどん壊して新しいアパートを作ったりとか。だってソウルの場合は住める土地が少ないんだから、なんか建てないといけないんですよね。そういったことを慣れて、日本に来るとショックを感じるのが、まだ例えば京都に行ったら、明治時代、なんか昭和時代みたいな街並みが今も感じれたりとか、僕佐賀県では古民家が雑貨屋になっていたり、倉敷では歴史的な建物の中でコーヒー飲んでたりとかっていうことで、僕、驚いたりとか、面白いなって感じたですね。これなんか博物館ではなくて芸術と営業しているというのが良かったです。僕にとってはね。古くなったところに柱の傷も残したりとか、木の色残したりとか、でその中でコーヒーマシンを置いたりとかっていうのが僕には面白かったです。韓国はどちらかというとですね、新しいのは良いっていうことですね。もちろん僕はこれもこれで好きで、最新のとか、最先端のとか、最速のだったりとか、それはその毎周期ごとに新しいことがどんどん出てきて、それは僕はそれなりに面白いんですけれども、そういったことの後、日本に来たら、古いが勝ちになるっていう考え方があるから、これもめちゃめちゃ素敵だし、面白いやんってことを感じました。で、5つ目はですね、不便なのに豊かだった時間ってことです。これはね、韓国にも当てはまる話だと思うんですけれども、東京に住んで地方へ行くと一回パニックると思うんですよね。なぜなら電車もバスも全然来ないってことですね。僕はですね、大分県の豊後中村駅だったのかなって、本当にたまたまバイトで、その山のど真ん中みたいなところの駅でちょっとやってた時あるんですけども、電車全然来ないんですよ。3時間に1本だったとかですよ。確かに2時間とかかなに1本くらいの間隔なんですよ。故障してるかなとか、なんか時が止まってるなっていうふうに思ったりするんですね。だって東京なら山手線なんか4分間隔で来るじゃないですか。だからこういう待つという概念がなくて、東京ではもう逃しても次でいいやってなりますよね。でも地方では乗り遅れたらゲームオーバー、次1時間後とかあるんですよね。でもなんかこういうことを見てると不思議なことが起きて、なんか駅の前で新聞を読んでる人がいたりとか、なんかベンチでコーヒー飲んでる人がいたりとか、もう空見てたりとか、静かな自然を見たりとか、鳥の音が聞こえてきたりとか、そういったことが見えてくるんですね。だから効率だけ見れば、確かに東京は効率よく回ってるんですけども、なんか人生の豊かさという観点では、なんか東京以外のところもいいんだなってことを感じました。日本の地方を回って僕は一つ気づいたことがあってですね、人は便利な場所だけで幸せになるわけじゃないってことなんだなと思います。韓国も、日本もこれから人口減っていくじゃないですか。また、大都市に集中する中で、東京にどんどん人が集まっているんですよね。だから地方どんどん人がいなくなったりするじゃないですか。そういうのを見て僕は思うんですね。刺激が好きな人がいる。最新の流行が好きな人がいる。そういう人は東京が合っているんでしょうね。でも反対に毎日同じ喫茶店に通いたい人、過去を覚えてもらえる豊かな暮らしが好きな人、そういう方々には地方の方がもっと幸せになれるんじゃないかと。だから僕は東京に住んだりとか九州に住んだりとかしたんですけれども、どっちが上かというよりかは、その人に合う人生っていうのはどこにあるかってことを地方を回ってると思ったりします。東京もいいし、地方もそれぞれの魅力があると思うんですよね。皆さんの故郷はどういうところが好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。僕もまだ知らない日本にきっと出会ってみたいです。以上、パクンでした。アニョン。